はい、こんにちは。橋本忍です。今日は、粘土の練り台を作っていこうと思います。粘土の練り台ってね、あんまり使ってる人いないですよね。だいたいこういう作業台でね、練るんですけど、僕のところの作業台は、これ何センチだったかな。ちょっと低めに作ってあるんですね。やっぱ陶芸の作業台低い方が粘土練るのにね都合がいいので、ちょっと低めに作ってあります。それで、それとは別に、単体でね、粘土を練るだけの台を、作ろうと思っています。これはこの間ね僕ちょっと、いろんな高さで検証してみたんですよ。粘土を練るのに人はどれぐらいの高さがちょうどいいのかってね。でいろいろ検証した結果ですね、こう手伸ばせますよね、気をつけして。そしてこの手の拳ぐらいかな、拳ぐらい、拳の高さぐらい、これぐらいがなんか練っててちょうどいいなっていうのは分かりました。人によってはねこう伸ばした指先ぐらいかもしれないですし、そこら辺いろいろあると思うんですけど、大体僕の中ではこの拳の面ぐらいがいいなっていうふうになりました。そこら辺はねもし、練り台を作る人がいたらそこら辺は自分でねまたいろいろ考えてみていただければと思うんですが、で、今回その練り台を作ります。で今回の練り台はちょっと、機能的にただの練り台ではなく石膏板も内蔵していて、柔らかい土なんかを練る時に便利なそういう石膏板じゃないや、練り台を作っていこうと思います。さあうまくいくかな。ちょっといろいろねさっき考えて設計図らしきものを書いたんですけど、あとはね現場合わせでやっていくしかないので、じゃあやっていこうと思います。はい、それじゃあですね、早速材料を切り出していきます。今回は足4本と、棚板みたいな感じでねやっていきますね。じゃあここからはざっくりざっくり見てってください。はい。そしたらね、次はこの切った足にこうやって切り欠きを入れます。切り欠きをねここに棚を刺していく感じで、これちょっと面倒くさいんだけどやっていきます。これもねもう丸のこでやってしまいます。でこうやってちょっと残った時はこれはもうのみでね簡単にバリッと簡単に取れるわけです。伸び錆びてひどいね
ということで、2日目ですこれをつけていきます。ここにまたちょっとね間にスペーサー的な板を渡して、それでやっていこうと思います。あとちょっと。で、今ね、タイヤはつけて、あと前足のね、この前足はゴムのストッパーつけるんで、これで高さ今微調整しようと思ってやってます。でまあ今だいたいね間にちょっとスペース入れて、水平もだいぶ取れてきたので、この感じで組み上げるかな。でここの上に、まず石膏板を乗っけます。よし、じゃあ続けていきましょう。ちょっとこの間にね入れるスペーサー、ワッシャー的なものをね作っていきます。はい、一応組み上がりました。そしたらここにこの石膏板、このね分厚い石膏板、これを乗っけます。でも今これ入らないんですね今ちょっといろいろね採寸ミスがありまして入らないので、石膏をねちょっと削ります。石膏を削ってここにピタッと入るようにしていきます。よし、行ってみよう。番号振とか1、1、来た。なった。これで練る。いいかも。角はね取っとかないとどんどん欠けちゃうからね。今横の板を内を割って、よいしょ。はい、こんな感じね。そしてはい、こんな感じ。そしてさらにここに普通の木の板もつけます。木の板をこうカバーできるように。そしたら普段は木の板で練って、で柔らかい土の時はこれを外して石膏板で練ると。はい、今はね、最後の微調整ですね。ちょっと石膏板の厚みがちょっとあったので、最後削って微調整します。いや、これ大変だ
よし、いいかな。そしたら最後また角を取ってだね。よし、大体いいかな。さあ、はめてみましょう。よいしょ。よし。よし。いい感じ。そして最後はこれをね、ちゃんとくっつくように、今金具をつけていきます。完成完成。多分大丈夫。そしたらこれがちゃんと閉まればいいよね。よいしょ。でこっちも、いいバッチリ。そして移動するときは前側だけタイヤついてるんで、こうやってね、すごいスルスルで、寝るときはこのまんまここで寝て、ちょっとこの上下が揺れるけど、こっちだったら全然揺れないね。こっちで寝ればいいのかな。そしてあれだ、柔らかい粘土をすぐ使いたいときはこれを外して、でここで寝るとか、ここに粘土置いといてもいいよね。そしたら粘土が硬くなっていくと。よし、できた。完成です。一応完成はしたんですが、ちょっと、さらにね、思いつきで、移動させる時に持つための取っ手をつけたいなと思って、このね、イレクターパイプを使って、ここに取っ手をつけていこうと思います。それで最終の完成にしようと思います。よし、やっていこう。よし、できた。これで今までだとこのね、板のとこ持たなくちゃいけなかったんだけど、取っ手つけてこうね、持ちやすい。よし、いい感じです。いい感じです。できましたね。それでね、これ、最初に説明したように、僕の持論なんですけど、だいたい自分の背の高さから考えてね、こうやってやった時に拳ぐらい、拳のあたりから指先のあたりのこの中間ぐらい、どこら辺かは分かんないけど、だいたいそれぐらいの高さがいいんじゃないかっていうふうになんとなく導き出したんですね。でもこれね、こうやって全然僕の拳とか、ね、指伸ばしても届かない、結構低いんですよ。これはなぜかというとですね、
これは、今アシスタントでね、週1ぐらいでちょっと来てもらってる赤堀さんって女の子いるんですけどね、彼女が、家でもね最近ろくろ買って練習してるんですけど、家だとなかなかね練るところがしっかりしてないので、それで練り台を作ろうかっていうことになって作りました。で赤堀さんね小さいんで多分これでいいはず、これでいいはずというわけで、じゃあ赤堀さんにねちょっと試してもらいましょう。赤堀さんちょっとこうやってやってみて。おろ引くでもまあ一応ねどれぐらいの高さがいいかって、赤堀さんにこういろんな高さでやってもらって、それで50何センチって57センチか、57センチぐらいがいいんじゃないかってことになったんで、一応それに合わせたんで、ちょっと練ってってもらいましょう。よし、じゃあこれでそれで練る時にこの正面よりはこの横向きでやった方が多分揺れが少ないと思うので、まずこれでやってみましょう。でもやっぱ低いから体重かけやすくていいね。ちょっと硬いかい。なるほど。ちょっとあれだね、硬いのを無理に行こうとすると若干揺れてくるか。キクネリに入っていったらねもうそんなに大丈夫だもんね。じゃあちょっと試しにこっちの向きでやってみて。やっぱずれるね。ずれるね。やっぱ横向きがいいね。これ通常の粘土を練るときはこれでやって、で柔らかい粘土のときはここを外して、でこれで石膏板の練り台になるからここで練ると、そうすれば柔らかい土の時は早めにね硬くできるとか、あとここに伸ばしてもいいよね。伸ばしておいてもいいし、でこれは普通にねここでパッチンで、見えるかな、パッチンで留めて、でこれでしまうかしまわないか知らないけど、しまわないですけど、でも動かすとすごい楽ね。でもしあんまりにも動かさないって言うんだったらさ、足また考え直してもいいし、タイヤ外してもっとがっちり止まるゴム足にしてもいいし、あとここに粘土を置いといたりとかすれば重さも出るから、そうですね。いいかもしれない。よし、そんな感じで完成です。はい。ありがとうございます。じゃあ夜これ部屋運ぼうかね。はい。というわけで、今回は、練り台についてやってきました。練り台で完成しました。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。